はい、管理座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月のタロットリーディングをさせていただきます。2024年の1年がどんな年かっていうのは星からのメッセージとして前回アップしたので、その動画、その星の流れを踏まえた上で1月はどうかをタロットで深掘りしてみます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクルスエース、カップ9逆、ワンドキング逆、カップナイト逆、戦車、ペンタクルス9、そしてペンタクルスのナイト。はい、気をつけることは、節制逆とペンタクルスページ逆、オラクルは太陽です。はい、逆ですけど太陽です。やったー。はい、良かったですね。この1月っていうのは特に前半はパートナーシップのことがすごく強調されてますね。そしてちょっと待ってください。そうですね、1月23日からはもとい1月の前半はもともとパートナーシップが強調されやすいんですね。で、本来はそこから1月の20日以降っていうのはその関係をもっと深めていくとか、もっと信頼を得ていくとか、関係性の深いところでつないでいくっていう流れが強いんですけど、さらに1月23日から金星というね、社交性とか美しさとか愛情とかっていうのもパートナーシップのところに応援に来てるので、この患者の皆さん今回この1月ってトータル的に見てすごく恵まれている1ヶ月だなって思います。で、何に恵まれてるかって星で見るとパートナーシップとか人間関係契約なんですけど、でも人だけじゃなくてなんか全体的に活性してる感じがします。皆さんの運というかモチベーションとかあり方とかがとても上がってる感じがしますね。年明けから心機一転頑張るぞって思ってらっしゃる方は本当にそのまますごくいけそうだし、何か自分にとって大事なものを見つけたみたいな感じもしますね。ここでペンタクスのエースが出てるのでね。で、それがすごくめちゃくちゃ頑張って探し当てて努力して得たっていうよりも、なんかこんなところにあったのかみたいな感じで探し求めた見つかったっていう感じがあって、すごく楽しいし、思いもよらぬところから来た幸福みたいな感じもあります。で、どうしてもやっぱりお仕事とか何かしっかりとしたものを作ろうという意識が高くなっていたのかなって感じはしますが、そういう何かをやらなくちゃっていう義務感とかいうのをちょっと置いといたとしたら、すごく他者から優しくされてるっていうことに気がついたりとか、なぜかなんか今日みんな私に優しくないみたいな感じのエネルギーの時ってないですか？スーパー行った時のレジとかも、別にコンビニの店員さんとかでも何でも、なんかそういうなぜかみんな優しくしてくれるみたいな感じのエネルギーをちょっとそういう義務感っていうのを外してみると感じることができるかもしれません。はい、そして、特に1月11日がね新月なんですけど、この新月っていうのは患者さんの皆さんにとってもやっぱり人との関係もいいし、契約もいいし、誰かとの約束をするっていうのもすごくいい時なんですね。ですごくやる気に満ちて、なんかどんな道でも行けるみたいな気持ちになってる、やる気になってます。だからもしかしたら自分が受け取れていなかった優しさを自分がちゃんと受け取って、これを信じてやっていっていいんだって思ってなんか進んでいってるとか、自分が疑ってたことが晴れていくとかもそうですし、またお仕事でも自分が見つけたね、何か趣味でも喜びでも自分が見つけたものをよしこっちで行こうみたいな感じですごく意気揚々としてる感じです。たとえもしなんか大変なことがあったり障害があったとしても、でもきっと切り抜けていけるわみたいな感じのなんかすごい力強さもありますし、その後すごく実際に豊かなものっていうものを手にする、あの本当にこれをやってよかったって思えるその充実感もそうだし、実際にもしこれビジネスでしたらビジネスとして何かをやってその恩恵がもうチャンスが入ってくる、自分のステータスが上がるとか、そのパートナーシップも今までの関係性からさらに上に行くみたいな信頼関係もありますし、でそれをまた長く続けていこうって大事にしていこうっていう気持ちもあるので、ものすごくなんかいいですね全体的にね。そして、気をつけることとして言うと、
そうですね。ちょっとカードで見てみようかな。なんかもう、今回すごくなんだろうな、本当に価値あるものを手にしたんだっていう感じが、もしくはこれからね、価値あるものを手にするんだっていう感じがするので、それをとにかく大事にしていってもらいたいんですけど、自分がなんか疑いたくなるっていうのかな。さっきもそうでしたけど、もっとちゃんと本当はちゃんとできてるし、誰も責めてないのに自分がもっと頑張らなきゃいけないって勝手に思い込んでいたりとか、自分が受け入れられていないって思ってたけど、実は相手は応援してくれてたとか、理解しようとしてくれてたみたいな、そういう自分が閉じてるからこそ届いてなかったものを、自分がなんか心を開く可能性を信じてみることで受け取れるっていうのがあるので、そこだけなんですよね。なんか世の中がとか周りがとか人がっていうんじゃなく、自分が自分のことをどれだけ信じてるかっていうのがすごく大事な気がしました。うん、自分で自分を縛っていたものから解放されようとしてるんですね、今。うん、あの基本的にとてもいいんです。ただ人ってね、なんかすごいいいことばっかり言われるとなんか注意することないんですかとか、もしそのいい運に乗れなかったらどうしようとかって、また反対側のことも気になると思うんですけど、実際このカードで見るととてもいい時です。星で見てもパートナーシップとか人間関係いいですね。なんだけどさっき言ったみたいにその状態を100%自分が体感して嬉しいとかやったとかっていうよりは、本当にそうなのかなっていうふうに自分が疑ってみたりとか、この太陽も本当にすごく今すごく満たされてるし、応援がいっぱい来てるし、自分の好きなようにやっていいんだよっていう、なんかすごい後ろ盾というかね、そういうのはすごい来てるんですけど、自分がそれを信じないみたいな感じで、まだ私から見るとちょっと逆位置なんですね。こうなってるので。だけどそれは自分の気づきによっていくらでも正位置に変えることができます。で、補足で出したカードもソードの8だったりとか、なんかソードの9だったりとかっていうことで、自分が勝手に自分の思考で自分の可能性を縛っている。でそうやってちょっとネガティブに考えることで慎重になっていきたいとか、失敗しないようにしたいと思ってるんだなと思うんですけど、今見てるこのカードの展開だと、不安なことがあったって、もししんどいことがあったって、もちろん物事って100%いいっていうわけじゃないので、たまにはしんどいこともあるかもしれないけど、でもそれを超えていけるよっていう、なんかすごい強いバイタリティがあるので、このままいくと本当にチャンスを手にするなって感じなんです。なのでそっちの方にシフトしてください。不安が消えてうまくいくのではなく、不安があったり多少揺れたとしても、必ず自分はチャンスをつかめるよみたいな、そんな感じでした。うん、なのでお仕事はすごくいいですね。契約も取れそうだし、人との信頼っていうものをもっと太くして、さらにビジネスを拡大していく、そんな流れが1月あります。でパートナーシップもなんか本当に疑ってたけど、ここからつなぐんだな、つなぎ直すんだなみたいなのがあり、さらに深い関係に行くっていう感じで出てるので、これは特にまあんまこういう言い方したくないです。玉の腰に乗るみたいなカードだったりとか、そのチャンスを得る、何か自分が次のステージに行くためのチャンスを得るっていう感じがあるので、そのパートナーとの関係もなんか次の段階に行くのかなって感じがしました。はい、ということですごくなんかバイタリティ溢れてる時なので、ぜひ自分で自分の可能性を閉じたりとか疑ったりとかせずに、今の状況の中でできることがあるかもしれないっていう感じで自分を信じてやってみてください。はい、ということで今回ここまでにしておきます。次回2月のね頭ぐらいにまた2月のリーディングをアップしようと思うんですが、もしタロットリーディング一緒に勉強してみたいなとか、先生術も興味ありますっていう方は、アストロ&タロットフレンズというメンバーシップをやっていますので、概要欄から詳細ご覧ください。そして勉強したいわけじゃないんだけど、いい日だけ知りたいとか、一緒にお話し会とか参加したいなという方は LINE のLINE フレンズというのもやっていますので、そちらも概要欄から詳細ご覧ください。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい1月をお過ごしください。失礼します。